世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは通称 KTX と呼ばれる韓国の高速鉄道をご存知ですか？ 2004 年に誕生した KTX は韓国の主要都市を結ぶ高速鉄道のことで、韓国版の新幹線といえる存在です。首都ソウルからプサンを結ぶキョンブ線やテグ、チョンジュ、キョンジュなどの観光地へも短時間で行けるため、韓国旅行の際に利用したことがある方は多いかもしれませんね。同じアジアの高速鉄道であることから比較されやすい日本の新幹線と韓国の KTX ですが、両者の差は歴然なのだとか。今回は韓国の KTX に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、リリーのナレーションでご紹介いたします。韓国の高速鉄道である KTX には様々な車両がありますが、ニュースなどで特に取り上げられるのが KTX サンチョンです。韓国で開発された KTX サンチョンは、鉄道公社コレールの高速鉄道車両、試験車両 HSR350X の技術を利用して製作され、当初は KTX2 という名称でも呼ばれました。2008年11月25日に初の量産車が出荷。2009年2月17日にコヤン車両事業所に改装されています。以来、コレールでの試運転を重ね、2009年10月13日にソウルで開催されたイベント、乗ろう列車にて正式に初公開されました。車体は空気抵抗を減らすために、在来種の魚ヤマメをモチーフにした流線形の設計が特徴的で、2010年2月に行われた名称の公募でヤマメを反映した KTX サンチョンという名が最終的に採用されたそう。以後2010年3月2日からキョンブ線とホナム線にそれぞれ投入され運行開始となったのです。しかしこの KTX サンチョンは運行開始後から事故や車両の不具合の報告が後を絶ちません。最初の障害は路線投入後、わずか1ヶ月で起きました。2010年4月、クアンミョン駅構内で列車自動制御装置 ATC が表示されず、非常制動したといいます。2011年2月には、ソウルに出発予定だった KTX サンチョンのバッテリーが故障し、運行が13分遅れたことも。さらに同じ年、マサン発の制動装置に異常が発生し、54分間ほど運行休止に陥ってしまったそうです。こうした車両の不具合などの報告は、運行開始後1年間で少なくとも15件ほど明らかになっています。日本の新幹線では考えられない数字ですよね。また、同じアジア圏にあることもあり、KTX サンチョンと日本の新幹線が違いすぎるとネット上で話題になり、海外の人々から様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。この鉄道会社が手掛けたすべての車体が悪いって思われがちだけど、列車ごとにギャップはあるよ。僕の国、フランス高速鉄道の TGV を導入して、そのまま組み立てて作ったのが KTX。その技術を持って韓国で改良して作ったのがサンチョン。改良できてるかは謎だけどね。そうそう、フランスの TGV 技術を持ってきたものだよね。だからいろいろな問題で改造できなかったんだけど、ある程度期間が過ぎて改造できるように許可をもらってサンチョンを作ったんだ。故障も多いし、遅れることも多いね、韓国は。日本へ旅行に行った時は一度も遅れなかったよ。日本は地震や台風とかの天災が多いのに、他の国とは比べ物にならないぐらいの過密ダイヤで走ってるんだよ。これがどれだけすごいことなのか、みんなわかってる？日本人の勤勉さとか、1000% 事故を起こさないっていう運転士や車掌さんの気概は本当にすごいよ。やっぱり日本の新幹線が世界一さ。日本に旅行で行った時、彼らのプロ意識に感銘を受けたよ。そして一般の人々のマナーの素晴らしさにもね。今じゃすっかり親日家だ。
日本はまるで SF の世界みたい。すごく未来的で非現実的にすら思えるんだ。日本に行った時に新幹線に乗らなかったこと今でもすごく後悔してるよ。新幹線を超える鉄道システムは地球上に存在しない。KTX と新幹線を比べるだって？新幹線をバカにしちゃいけないよ。信頼から言えば世界中のどの高速鉄道よりも間違いなく日本の新幹線だよ。50年以上の信頼と実績があるもんな。信頼性は天下一品だよ。事故や故障の話もほとんど聞かないし。日本の新幹線や台湾の高速鉄道にも乗ったことがあるけど、騒音はほとんどないし、揺れもなくて乗車感は快適だったよ。膝の前に荷物を置ける余裕さえあるんだ。KTX はソウル・プサン区間の騒音で隣の人と会話するのが難しいし、座席の幅が狭いんだよ。高速鉄道はすべて快適なものだと思ってたけど、KTX は違ったね。速度と安全性が向上すると、外貨稼ぎに貢献できるんだよ。まだ速度の面で、日本や中国、フランスの半分の基準の KTX、平均速度は約160キロしかないからね。新幹線の室内は、ITX 狭売るくらい広くて楽でいい。本当に快適だよね。乗る人の気持ちを考えて作っているのが様々なことから伝わってくる。私の住んでいるタイにも欲しいくらいだね。日本は電車が来る時間も正確だよね。1分も遅れないから本当に驚いた。私の住んでいるイギリスではありえない。以上が海外の人たちの反応です。日本の新幹線の静かさや車内の快適さ、そして時間の正確さについて称賛の声が寄せられていましたね。では、具体的に日本の新幹線はどれほど時間に正確なのでしょうか。近年のデータを見てみましょう。新型コロナの影響前、東海道新幹線では1日平均367本が運行していました。しかし、その過密な運行ダイヤにもかかわらず、1列車あたりの平均遅延時間は 0.4 分と驚異的な数字を記録しているのです。さらに驚くべきことに、この遅延は自然災害による遅延も含んでいるといいます。予測不可能な自然災害にも対応してしまう日本の新幹線技術には本当に頭が上がりませんね。新幹線開業当時は想定外だった雪の影響によって関ヶ原付近で床下の機器が損傷する事故が頻発していたそうです。この経験を生かして東海道新幹線の後に開業した東北新幹線では線路脇にスプリンクラーを設置。このスプリンクラーからは約60度の温水が高圧で噴射されています。さらに電気によって温風を発生させて雪を溶かすなど様々な雪対策が行われているのです。豪雪地帯でもダイヤ通りに新幹線が運行できるのはこのような工夫が行われているからなのですね。続いて日本の新幹線が海外からどのような評価を受けているのかを詳しく見ていきましょう。ヨーロッパの公共交通情報サイト Go ユーロ2019年2月よりオミオに改名が公開したデータによると、試験的走行で記録した速度も含めて世界で最速の高速鉄道システムを保有している国は日本なのだとか。その最高時速とは山梨リニア実験線で L0 系が達成した時速603キロです。ちなみに世界で2番目に速い高速鉄道はフランスの TGV で時速575キロ、3位は中国の高速鉄道で時速501キロであると伝えられました。高速鉄道システムを導入している国は世界で20カ国程度あると言われており、その中でも最も高速鉄道が広く使われているのは鉄道網の発展が早かったヨーロッパ圏です。しかしながら世界で初めて高速鉄道システムを導入したのは1964年に新幹線を開通させた日本だといいます。鉄道の最高速度記録も持っている日本が常に世界の鉄道技術開発の先頭を走ってきたのですね。
また高速鉄道の速度、路線、価格、そして到達範囲を総合的に評価し、最も高い評価を受けたのも日本でした。データを詳しく見ると、日本は速度と高速鉄道の駅がある都市を基準にした人口のどれくらいの人が利用できるのかという対人口比アクセシビリティ、そして価格の面で高いスコアを獲得していたそう。なお、世界で最も長い高速鉄道路線を保有している国は中国で、その距離はなんと 19,369km に及ぶといいます。東京・大阪間の距離を 500km とすると約20往復した距離となりますが、皆さんはこのとてつもない距離を想像できるでしょうか。こうしたデータなどを比較すると、やはりまだまだ日本の新幹線の方が優れているように思えます。しかし、日本がこの現状に満足し、さらなる進化を追い求めなくなれば、いずれ韓国に追い抜かされてしまうでしょう。どんなジャンルでも、あぐらをかいてしまえば、その時点で進化は終わりなのです。今回は、韓国の KTX と日本の新幹線の差についてお送りしました。日本の新幹線が開通して、もう50年以上が経ちます。新幹線の座席の快適性や速度の速さは、私たち日本人にとっては当たり前に感じてしまいますが、世界を見渡すと、これらは決して当たり前ではないのです。気軽に旅行に行けないご時世ですが、安全性がとても高く、快適に過ごせる新幹線で、また鉄道の旅を楽しみたいものですね。動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。